こちらフレームが鉄だということ、でこの鉄を入れるっていうのがなんていうんですかね、フレンチのインテリアの、お約束というかね。はい、じゃあちょっと座ってみますね。これがね、この背もたれの部分とこの座面の部分、この角度がめちゃめちゃいいんですよ。ものすごい座りやすいですよ。これちょっと結構くつろいでこう、あんまそんな難しくね考えないで、こうちょっとこうどうかなって迷った時に、異素材入れるのがいいんだっていうふうにちょっとこうイメージしてていただいたら、助けになるかなっていうふうに思います。はい、こんにちは。こんにちは。今日もよろしくお願いします。お願いします。ですね、今日は私がこの今座っているチェアについてお話ししたいなと思います。プラスこのエスニックラフトっていうね、これブランドなんですけど、そのブランドのことも少しお話しして、どうしてこれをねオーダーしてるかっていうかのをお話ししたいなと思います。まずね、このエスニックラフトというブランドはベルギーのメーカーなんですよ。でベルギーっていうとサッカー強いしね皆さんねご存知だと思うんですけど、なんかこう、インテリア的にはね結構フレンチな感じで、なんですけど、このメーカー自体は、北欧のを意識してアイテムを作ってるんですね。それでハウスデザイナーさんが 3,4 人いて、でその方一人一人がねすごくこう、独立してブランドを作ってもねいいぐらいしっかりしたこうなんていうんですかね、アーティストに近いようなデザイナーさんが何人かいらして、で作られてるんですけどね、こちらをねオーダーしたいなと思ったのはいくつか理由があるんですけど、まずはねフレームが鉄だということ。でこの鉄を入れるっていうのがフレンチのインテリアの、お約束というかね、この鉄ってやっぱりすごくフレンチを感じさせるんですよ。でやっぱりなんかフランス行くとやっぱ公園に鉄のチェアが置いてあったり、それから窓枠が鉄だったりして、その鉄っていうのがねやっぱりインテリアにこう欠かせない素材になってるんですね。なのでこういう異素材を入れるっていう意味でこう鉄を入れていただいたらすごくいいなと思ったのと、あとねこうちょっと一人掛けソファーなんですけど、それにしてはちょっとこうすごい小ぶりでしょ、だから日本のインテリアにもすごく合うんじゃないかなと思ったんです。入れやすいなと思ったんです。でこういう一人掛けのこのチェアブランドではラウンジチェア、なんかこうラウンジチェアってこうしないといけない感じがラウンジチェアっていう名前をつけて作ってるんですけどね、大きな革のエスニックラフトで人気の、ソファー、ああいうのとこう組み合わせていただいてもいいし、それからこれ単体でこう今みたいにねこう一脚使っていただいてもいい。でベッドルームで置いたり、それからあとですね窓際とかいいと思います。ちょっとリビングにこうゆとりがあったら窓際とかに置いていただいたり、でソファーをこうなんか置くスペースがあんまりないんだけど、なしではねみたいな感じの、シチュエーションの場合はこちらを2脚置いていただいて、それで一つスペースを作ると、いう感じで使っていただいたらいいかなと思うんですね。なので一人掛けのソファーよりは随分コンパクトで使い勝手もいいし、またオブジェ的な感じでね、インテリアに入れていただいたら素敵かなと思います。でそれからねこちらの形状がこうちょっと本当に北欧家具のような感じでものすごく計算されてるですね、シルエットが。それでこれをね、全然なしでこうめっちゃ座りクッションない方が座りやすいぐらい。奥行きがすごくあるなと思ったんですけど、で私なんかそんな小柄な方だと思うんですけど、男性が座ってもめちゃめちゃくつろげますね。なのでコンパクトでシンプルなデザインなんだけど、一脚をこうちょっとテレビを見るためのソファーとか、そんな感じで使われてもいいかなと思います。めっちゃいいですよ。すごくね、そのフォルムと合わせてなんですけど、その椅子のこうフレームというか足の部分とか、華奢だって素敵だなと思うんですけど、こんなに細くて大丈夫なのかなっていうの。いやこれは鉄なんで全然大丈夫ですよ。ちょっとこう近くで触っていただいたら分かると思うんですけど、もうものすごくしっかりしてるし、それからやっぱりこれがやっぱりデザイナーのこだわりなんですよね。
でここで鉄フレームでこうガシッとしてしまったらちょっとこうそやな感じになるじゃないですか。でこれがもうやっぱりこれ1台置くだけでもオブジェになるなっていうふうに思いました。こう横からのね姿もすごく素敵なので、はい、楽しんでもらったらなと思います。はい、こちらのチェアは先ほどの、ラウンジチェアのねお揃いのでダイニングチェアになります。これもねすごくやっぱ足が細くてすごく綺麗なフィギュアで、なんですけど革の座面だっていうことと、あと合わせるね家具がこういろんなものに合わせれるんですよ。こうガラス天板でもいいし、すごくモダンな感じでもいいし、あとクラシックなちょっとこうアンティークっぽいねテーブル、そういうのに合わせていただいても今っぽくなります。はい、でめちゃめちゃ座り心地もいいです。ベルギーっていうとなんか聞いたことあるけどねみたいな感じだと思うんですけど、だいたいパリから TGV で1時間ぐらいのところなんですね。はい、すいませんTGV は新幹線みたいなやつ。全然日本の新幹線の方が勝ってますからね勝ち負け違うけど、そうって本当に近い距離にあるんですけど、もともといろんなところに征服されて、でベルギーっていう王国なんですけどができたのが、本当に近世になってからなんですよね。なのですごい歴史その歴史っていうのが、やっぱりいろんなカルチャーがミックスされてるんですよ。だけどもうね本当オランダ人と同じぐらい、すっごい合理的なんです。世界で一二を争う合理的な人たちだと思うんですね。なので家具をデザインするにしても、何をするにしてもそうなんですけど、もうまずチェア作るってなっても座り心地悪かったらもう意味ないでしょみたいなぐらいの勢いなんですよね。でだけどやっぱりその形も綺麗じゃないといけないっていうので作られてるのでね、無駄がないというかね。でしかもこのチェアだったらこれを合わせないといけないっていうふうに限定されちゃったら面白くないでしょっていうような考え方なんですよね。なのでこれも今ちょっとクラシックなね、に合わせてますけど、結構ガラス天板であったりマーブルであったりとか、すごい無機質なねモダンな感じのものと合わせてもいいし、それからこういうちょっとクラシックなこってりした感じのものプラスアンティークのね結構茶系の濃いめの、ああいうのに合わせてもらってもいいと思うんですよ。でデザイナーさんたちのその能力がすごいのでね、このメーカーはもともと私、数年前から知ってるんですけど、ちっちゃいブースでなんかもう活気のあるブースだなっていうふうに思ってたのが、年々大きくなってそれですごく認知されてきて最近ではね。でなんかこの3年前はエルメスのね、工房を買い取ったりして、その木工所をもう職人さんとかもそのまま買い取ったりしてるんですよね。ベルギーっていう国自体のすごくなんていうかそういうコンセプトがしっかりあって、であんまりイメージないかもわかんないですけど、ベルギー王立のデザインアート大学っていうのかな、そこはマルタ・マルジェラが出たりとか、それから、すごいフランス人でもあそこの学校に行きたいみたいなところらしいですね。だからそういう、アートを牽引してる、その国柄もありますし、そういう合理的な精神となんで、それはもう日本人にぴったりかなって思います。はい、じゃあちょっと座ってみますね。これがね、この背もたれの部分とこの座面の部分、この角度がめちゃめちゃいいんですよ。ものすごい座りやすいです。ちょっと結構くつろいでこういうねちっちゃいチェアってやっぱ腰痛くなったりするんですよ、長時間座ってると。全然大丈夫、めちゃめちゃ座りやすいです。それも足がスーッと先に行くほど細くなってすごく綺麗ですよね。おしゃれですよね。もう本当に一脚でデスクの前に置いてても様になるし、もう本当にいろんなシチュエーションで使っていただけるかなと思います。その高さはだいたいどんなダイニングテーブルにでも合うような高さなんですか？これね、座面の高さ50センチなんですね。でインポートのチェアの標準です。こちらの革のソファ、これはアイテムが
たくさんあってね、この今私が座ってるのは140、はい、でそれにこうコーナーのもの、につける形、それからあとこの210の大きい長いサイズで、それから、オットマン、それから一人掛け、それだけあります。だからいろんな組み合わせができるんですね。これ140で2人掛けなんですけど、それに一人掛けを足して作っていってもいいし、コーナーにもできるし、それぞれ一つずつ組み合わせなしでもお使いいただけるようになってるんですけどね、こういう感じのソファーっていうのは、なんかソファーセットっていう感じでセットするんじゃなくて、先ほど最初に見ていただいたラウンジチェア、あれをこう一緒に組み合わせてもらったらめちゃめちゃ可愛い。意外です。あ、本当ですか？はい。なんかね、こうコーナーに作ったら、1脚ぐらい一緒にこう合わせていただいてもいいし、広いスペースだったらね、であとそんなにスペースなかったらこの140と、それからラウンジチェアを1個とか、それから真ん中にテーブルを置いて2脚とか、そんなんでもいいと思います。これ今だと、手前にあるテーブルもアイアンだから、綺麗に違和感なく収まるのかなとも思うんですが、それが例えば木のテーブルだったとしても、椅子を合わせても全然いいと思います。そのね、なんていうんですかね、こう鉄を入れるっていうこと自体が洗練されてくるのでね、鉄を入れる、鉄だけじゃないんですよ。やっぱりね、異素材と組み合わせるってことかな。だからもしこうテーブルは今お使いのこの木製のテーブルがあって、それでラウンジチェアを1脚入れると、でなんか鉄の部分が少し物足りないなっていうふうに、思われたら、こんな感じのミラー入れてもらったらいいと。はい、なのでやっぱり鉄フレームっていうのはすごくやっぱフレンチをイメージさせる素材なので、いいかなと思います。で家具で入れる、その異素材ってそんなたくさんないから木製と鉄とあと何があるかな、革とかね、なんかそういういろんな素材を組み合わせることで素敵になるんですね。だからインテリアっていうのはそのトータルでどう素敵に見せるか、またこのソファーのアイテム考えるのも、ソファーだけ考えてたらダメなんですね。やっぱり3D でお部屋全体がどうなってるかっていうのも考えながら作っていくんですけど、そんな難しくね考えないで、ちょっとどうかなって迷った時に、異素材入れるのがいいんだっていうふうにちょっとイメージしてていただいたら、助けになるかなっていうふうに思います。で鉄はもう私も大好きなアイテムなんで、で今ね鉄っぽく見えてて結構お値段もこなれてて素材いっぱいあるんですよ。だけどやっぱり本物の鉄だからあんな風に細くできるし、足も、それからやっぱり存在感もあると思うので、ぜひ本物の鉄をやっぱ本物の鉄となると、さっきの椅子もそうですけどだいぶ重たいですか？そうですね、少し重いです。しっかり重さがあるってことは、それだけやっぱり、その見た感じもやっぱ重く見えるんですよ。あれだけ細くしててもね、小島さん持ったことないのに分かったんですね重いって。いつも重いから持たなくていいっておっしゃっていただいて、そうなのどんだけ重たいのかなと思いながら、やっぱ普通のチェアに比べては少し重いですかね。でもそれが安定感だし、あとチェアって引き出して使うぐらいなんで、それでラウンジチェアはその動かすことあんまりないと思うので、ダイニングチェアに関しては少し普通片手でバーンと動かせるような軽い感じではないんですけど、それは安定感があってね、いいかなというふうに思います。こちらの、革のソファーに関しては組み合わせもちょっといくつか選択肢があるのでね、もしご心配だったらまたそのお家の図面の写メとこれが気になってるんだけど、みたいな感じでお伺いしたら、サイズの取り合いとかそういうのはまたご提案させていただきます。それでラウンジチェアとの組み合わせもすごく可愛いのでね、ぜひ、挑戦していただいたらなと思います。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねお願いします。コメントもお待ちしてます。